おとといコロナウイルスの警戒レベルが一段引き上げられたシンガポールからお送りしてます。この動画ではシンガポールの現状が知りたいっていう方や、シンガポールの旅行を予定してるけど行って大丈夫って方向けに、街の現状、街で起こっていること、客観的なデータ、あとは、僕の意見ですね。在住者として僕の意見をちょっと動画でお話しできればなと思います。まずはマスクの現状ですね。薬局にいるんですが、マスクは完全に売り切れです。これ別の薬局なんですが、ここも当然売ってません。家戻ってきたんですけど、さっきお見せした通りマスクはもう入手が困難です。で、ただマスク率自体は実はそんなに高くなくて、多分日本のは高いと思いますね。そもそもシンガポールってマスクする文化がないっていうのがあって、買い占めとかが発生してるから、買えないって人も多いと思います。だいたい多分街出ると2割とか3割はいかないと思います。マスク率は2割ぐらいかなっていう感じですね。で、次、これ結構大きなニュースになったんですが、スーパーで買い占めが始まりました。ただこれちょっと結論だけ言うともう買い占め終わってるんですが、2月7日ですね、3日前に、シンガポールは警戒レベルを1個上げたんですよ。今オレンジになってます。これちょっと日本にはない指標だと思うんですが、どうなったかというと、このコロナウイルスは人から人に簡単に伝染する。ただ、広くはまだ行き渡ってない。これがオレンジです。それを受けて一部のシンガポール人は軽いパニックになって買い占めを始めました。お米とか、カップヌードルとか、あとトイレットペーパーとかティッシュもそうなんですが、パニックになった人がいて、でかつそのパニックになった人を見た人たちもちょっと買わないとやばいかもって感じで、ちょっとパニックの連鎖が起きたんですね。でそれが7日8日と続いて、9日にはもうだいぶ収まった感じですね。なのでかなり一時的なやつ。シンガポール人がみんなそうかというと全然そんなことなくて、やっぱり一部ネットの意見とか見ると、もう私はシンガポール人を恥じているとか落ち着けお前らっていう人もいるんで、みんながそうではないです。あとはやっぱり街歩いてと思うんですが、人が少ない。人が少ない、圧倒的に。それ観光地だけじゃないですね。郊外もそんな状態で、土日とか所感としては半分ぐらいでした。いつもは倍ぐらいいるのにめちゃくちゃ空いてるとか。なんですごい肌感としては感じますね。みんな感染を恐れて家から出ない。これはもう間違いなくコロナウイルスの影響だと思います。あとはこれ会社勤めの方はそうなんですが、一部の会社はビルに入るときは体温の検査がされます。これは全部がそうじゃないですが、今後増えていくことが予想されていて、あとは一部のレストランですね、入店するときにアルコールをピッてかけられてこうやってして入店するみたいな感じで、シンガポールはかなり広まらないように、今できることをやっているっていう感じですね。これもちょっと街の変化としては、咳をすると結構見られますね。僕咳してるわけじゃないんですが、例えば咳した人がいると、僕もちょっと見ちゃうし、周りの人もこうやって見ちゃう。それはねすごい自然なことだと思う。だからすごい恐れてる人が、少なからずいるのかなっていうのが、街の様子としてはそんな感じですね。でこれからはシンガポールの客観的なデータです。ツイッターとかインスタとかでは見ないようにしてください。それ結構フェイクニュースも紛れてます。確認すべきはこれ、シンガポール政府の運用しているサイトですね。これ概要欄に貼っておきます。Ministry of Health で、ここのデータをちょっと参照しますね。2月9日時点で今感染が確認されているのは43人。感染疑いがあったけど陰性だった、問題なかったって人が516人で、結果待ちが98人で、感染が確認されたけどもう復活したっていう人が6人。はい、これがもう最新のデータですね。でこの数は結構世界的にも多くて、今日本が一番感染確認されてると思うんですが、シンガポール2番目かな、確か今。
で昨日も実はムスタファセンターっていう日本人観光客がもうほぼ行くような、シンガポールのドン・キホーテみたいなとこでバングラデシュ人の方の感染が確認されました。そのムスタファセンターで移ったのかどうかはちょっと分かんないんですが、そのバングラデシュ人はムスタファセンターに行ったっていうデータがあるんですね。なんでバングラデシュ人はもちろん中国には行ってない。なんで誰かに移されたっていう意味ですね。でそういうケースが増えてて、おそらくもっと出てきますね、これは。でここからシンガポール旅行に行って大丈夫っていうところについてちょっと踏み込んでいきたいと思うんですが、まずその人々って結構というか一部はパニックになってます。パニックというか過剰反応。例えば外歩いてるのにマスクしたりとか、マスクって実は外歩いてる時ってあんまりいらないんですよね。それなのにマスクしてて、もう外も出ないとか、子供を学校に通わせてないって家庭もいますね今。あとはさっき言った通り買い占め、スーパーの買い占めとかかなり、危機意識を持っている人が多くて、でこの過剰反応に対してシンガポール政府およびもうリー・シェンロンっていう大統領ですね、政府の人は、とりあえず落ち着けって言ってます。シンガポールは今もうストックたくさんあるんで食料危機にもならないし、まだオレンジレベルだからそんなゴーストタウンになるってことはまだ考えられない、可能性があるっていうのがねちょっと怖いっちゃ怖いんですが、それはどこも一緒だと思います。今現在中国から人が来ることはありません。今もう中国からの旅客機はストップです。入れません、シンガポールに。ただ人対人への感染がもう確認されてるから、できることは2つですね。まず1個目、ちょっと咳とかくしゃみとかしてる場合は外出を控えて、外出する場合はマスクをしましょう。これが1点目で、2点目が手とかよく洗ったりしましょうっていう点ですね。ここまでをまとめると、一部のシンガポール人はパニックをしているけど、基本はみんなもう普通にマスクしてない人が多いですし、通勤も普通にしてると。で政府自体も落ち着け大丈夫だからって言ってる状態です。でここからは、シンガポール旅行予定してるけど行って大丈夫、行く場合はどういったところに気をつければいいっていう点についてお話ししたいと思います。まず1個目、行って大丈夫かどうか。これは、正直僕の口から何とも言えなくて、なぜならもう人対人への感染が確認されている以上、感染される可能性がゼロではないです。それは当たり前っちゃ当たり前ですね。感染される可能性はゼロではない。なんで本当に心配性の人は来ない方がいいと思います。ただ今広がってないんですよ。別にめちゃくちゃ広がってるわけじゃない。感染されるリスクはあるけど、可能性論ですね。可能性は決して高くない。ちゃんと手洗ったりとか混雑してるところに行かない、こういった点を気をつければ基本は大丈夫だと思いますが、可能性はゼロじゃない。それ全部一緒ですね。例えばもうタクシーに乗ってると交通事故に遭う可能性もありますし、そもそもね飛行機とかもそうですし、僕が刺される可能性もゼロではないと。なんでちょっとはっきりしない回答で申し訳ないんですが、一つ伝えたかったのは、もう基本はもう通常のように生活してます、普通の人たちは。一部の人はパニックを起こして買い占めしたりとか、マスクとかもずっとつけてるとか、そんな感じですが、大半の人は、普通に生活しています。もちろんその手とか、今まで以上に手洗ったりとかっていうのは気をつけてる方が大半だと思いますので、もしシンガポールに来る場合は、そういったことをするのがいいと思いますね。ちょっといいまとめになったかどうかちょっと分かんないんですが、概要欄にあるこのシンガポール政府のサイトから、現状を確認するようにしてください。ただこれ英語なんでちょっと翻訳とか使いつつになると思いますが、これが正しい情報、正しくて最新の情報が書かれてるんで、あくまでご自身でちょっと判断して来ていただくことになると思います。ただ住んでる僕としては普通に生活っていうとちょっと違うけど、今まで以上に混雑してる場所とか行ってないし、腕洗いとか結構頻繁にしてますが、本当その程度です。で買い占めももう終わって通常通りです。もう列とか普通に今まで通りスーパーで買い物できるようになりました。で街もちょっと人は少なかったりするけど、それは逆にいいことですよね。今まで通りたくさんいたら逆にちょっとそれはそれでリスク高まるじゃないですか。なんで繰り返しになりますが、手とかよく洗って
あと万が一体調が良くない場合は、免疫も下がってると思うんで来ないっていう選択肢もあるかなとは思います。ではこの辺で動画を終わりにしたいと思います。本当に一刻も早く、このウイルスがなくなることを本当に願ってますね。ではそんな感じでありがとうございました。さよなら。